はい、山本でございます。メディアとコミュニティ東南アジアから考えるの第3回ということでやらせていただきます。それではスライドをお願いします。よろしいですね。はい。はじめに前回の振り返りということで少しお話しさせてもらいます。前回はベネディクト・アンダーソンのナショナリズム論についてお話ししました。自立と解放に目覚めた人同士は互いに争わないということで、これに従うと民族的な出自を問わずに現地生まれの人々がそれぞれ今いる場所で必要な活動をするということなので、そうすると人々のまとまりは本来必要ないということになります。ただし人類の言語が多様なので、そのため区切りが生じてしまうというのが、アンダーソンのナショナリズムの考え方と言ってよいと思います。でこのナショナリズムが世界に広がる過程でいくつか形が変わっていきます。でその一つが皇帝ナショナリズムで、これいろいろ説明があると思うんですが、これは国民の文化的均一性を求めるナショナリズムと言っていいかなと思います。でもう一つは遠隔地ナショナリズムで、移住先でも出身地の属性を意識して出身地に介入しようとするナショナリズムと言えるかと思います。でアンダーソンはこの2つを批判的に捉えているんですが、この遠隔地ナショナリズムをですね、その移住先でも出身地の民族的あるいは地域的属性を意識して、出身地に介入するというか関わろうとするというナショナリズムのやり方、これについて考え直してみたいというのが今日のお話です。で本題に入る前にその前回の積み残しをちょっと少しお話ししたいんですが、今回もたくさん質問をいただきましたので全部お答えできませんが、ごく一部ですがお答えできればと思います。まずナショナリズムなんてそもそもいらないというのは暴論かという質問がありました。でアンダーソンの考えに従ってお答えするのであれば、ナショナリズムというのは自立と解放ということですから、これは必要なものだと思います。で本来これは個人でも実現できるはずなんだけれども、それが民族と結びついてしまっているところが問題なので、私たちが考えるべきことはどうすればナショナリズムから民族を切り離すことができるかということになるかなと思います。これはもしかしたら来週考えるかもしれませんし、その後引き続き考えていく課題かなとも思ってします。で主な情報ソースは何かというのがありました。私自身は普段は何て言いましょうか、歩き回って考えるという方のタイプですので、現場でいろいろものを見たりするんですが、日々の情報を取るということでしたら現地の新聞です。今はオンラインでいろいろ読むことができるので随分便利になりました。でどの国でもそうなんですが、新聞はそれぞれカラーがあるので、その新聞それぞれのカラーを意識して複数の新聞を読み比べるというふうにしています。それから現地の文脈に照らしてその書かれていることを読むという、練習訓練のためもあって、現地の小説を読むとか映画を見るとかして、その感想を現地の友人たちと交換するというようなこともしています。そして、ナショナリズムについて学ぶための本を紹介してほしいということで、これはその理論から入るよりも事例から入った方が分かりやすいかなと思って、質問している方がどのようなその地域、どんな事例に関心があるかっていうのはちょっと分からなかったんで、その場でうまく答えられなかったところがあります。でまず事例からということでしたら、前回の参考文献に挙げたプラモディアの4部作を読んでみるということがおすすめですし、理論一般について学びたいのであればそこに挙げておきましたけど、民族とネーションというその岩波新書ですね、これを読んでみるというのも良いかなと思ったりします。ただその関心が合うかどうかわからないので紹介すべきか迷っていたところがあるんですが、ただ皆さんこの画面に映っているものをいろいろ読み解くっていうのをやってくださっているので、それに触発されたということもあって、私自身のこの研究の入り口になった本を一冊紹介してみようかなとちょっと思いました。それはそこにも書いておきました「ゴジラとヤマトと僕らの民主主義」という、ちょっと古い本ですけれども、そういう本があります。これはゴジラとか宇宙戦艦ヤマトとかそういう作品を読み解くことを通じて日本人の国際意識をあぶり出すという、そういう本で、私が特に強く印象に残ったのは、ウルトラマンに関する章でした。でウルトラマンはたまたま地球に立ち寄っただけのいわばよそ者なのに、なぜ地球を守るのかというのがその本の問いかけで、答えは端的に言うと、それは日本が何かあったらアメリカに守ってもらえるというその国際意識の表れである
し、ウルトラマン、ウルトラセブン脚本書いたのは沖縄出身の方だったので、沖縄と本土の間の関係をどう考えるかというようなことも、揺れる気持ちも重ねられているというような内容でした。でその議論はそれなりに説得力があるとは思ったんですが、ただ私は何でしょう、子供の頃から毎週地球のために戦ってくれていたウルトラマン、ウルトラセブンたちのことを考えると、なんか納得できないところがあって、そういったこともあって、よそ者が積極的に関わることができる社会、あるいは人間関係というのに関心を持って、それで研究をすることになったというところがあります。この講座の第1回でお話しした災害対応の時の概助もそうですし、2回目の戦わないナショナリズムもそうですし、今日お話しするプラナカンというのも結局それと重なっているところがあるかなと思ったりします。それはともかくどの本を読めばいいかというお話に戻ると、理論の本を読むことっていうのはもちろん大切なんですが、それと別に地域研究の立場からは自分が何か思い入れがあるものがあって、それが他の人、世間一般の評価が自分の評価と違うと思っても思うからこそ、どうして自分がそれに思い入れを持ってしまうのかっていうところを考えるっていうのがなんか考えていく手がかりになるのかなと思ったりします。前置きはともかく、今日の本題に入りたいと思います。越境者と根血者が社会における果たす積極的な役割について、お話ししたいと思います。プラナカンのお話で、プラナカンについての最初に説明したから、ジャフィー・プラナカン、マラヤン人という2つの事例をお話しして最後にまとめます。どれも今日この目次見るとカタカナばっかりで見たことないものが並んでるとは思うんですが、そういうものかと思ってお付き合いいただければと思います。さて、プラナカンですね、はじめに。プラナカンというのはマレー語で子供の子供を意味するアナックという単語から派生した言葉で、その意味は現地生まれというのと根血という、2つの意味が合わさったようなものです。現地生まれと根血というのは重なっているところがあるようで重なってないところがあるようですが、その2つが合わさった概念で、文脈によって一方が強調される、文脈によってはもう一方が強調されるというような使われ方がします。でどういう人たちかというと、随分時代を遡って船で移動していた時代になるんですが、交易などのために東南アジアを訪れた外国の人たちが、そこで現地の人と一緒に家庭を作って子供を作って、その子孫たちができる、その子孫たちのことです。だから、東南アジアの外部の世界から来た人と現地の人の間の子供たち、子孫たちというふうに言えます。で当時移動が船で行われた時代は移動するのは男の人が多かったので、外国から来るのは男の人で、現地の女性と結婚した子供ということが多かったんですね。でプラナカンたちは父方の関係で外国と関係を持つ、つながる、あるいは外国は話せるとか、外国に知り合いがいるとか、交易の相手がいるとかで、母方の関係では地元の社会に入っていて、食べるものも地元のものとか、着るものも地元の服とか、生活文化も地元のものを受け入れるという、一方でよそ者、一方で地元の人という両方の要素を持っている人たちがプラナカンです。でこの説明から分かるように、プラナカンというのは特定の民族集団のことではなくてですね、外国から来るというのはどこから来たかによって、中国系華人系のプラナカンとか、インド系のプラナカンとか、あるいはヨーロッパ系のプラナカンとか、数はとっても少ないですけども、日系のプラナカンとかという人たちもいました。ただし、数の上とか、あるいは社会的なインパクトの上では華人系、中国系のプラナカンが多かったですし、とりわけペナンとかシンガポールとかジャワといった地域では華人系のプラナカンが多かったので、それらの地域ではプラナカンといえばもっぱら華人系のプラナカン、一方が中国から来た人たちと現地の人たちの間の子供たちというような使われ方をします。で独立後にプラナカンはそれぞれ民族別に華人とかマレー人とかインド人とかというふうに扱われるようになったので、現在ではプラナカンというふうに分類される、あるいは自他ともに認められるという人はほとんど数少なくなってきています。
でその代わりにですね、その代わりというのもなんですけども、それと別にプラナカンが観光資源として脚光を浴びて、プラナカン料理とか、プラナカンのお菓子とか、プラナカンの刺繍とか、あるいはその家具とか建築とかといったものが脚光を浴びるようになっています。シンガポールでは2008年頃だったと思いますが、違ったかな、シンガポールでプラナカン博物館というのができました。で現在はたまたまその改築のため一時閉鎖中だそうなんですが、そのプラナカン博物館、閉鎖前に行くと何階建てにもなっていて、2階以上の展示では歌人系プラナカンに関する展示があって、どんな衣装を着てたとか、どんな家具があったとか、どんなものを食べてたとかというのが展示されてるんですね。でそこでは、プラナカンは現地の風習を受け入れた中国移民みたいな扱いになっています。歌人系プラナカンというんです。ただ今日はそのプラナカンの話はしません。そのプラナカン博物館の1階の展示だけちょっと経路が変わっててですね、そこでは現在のというか、当時のですが、私が訪れた時のですけども、というか開館した時かな、その開館した時のシンガポールの一般の国民の顔写真が壁にずらっと大きなポスターサイズの顔が20枚30枚並んでいて、でみんなその壁でこちらを見て微笑んでるんですよ。でそれぞれこの説明書きが書いてあって、名前とか年齢とか職業とかあって、でその自分がどういうプラナカンかっていうのが書かれてる。でその人たちは現在の分類ではその中国系とかインド系とかマレー系で、一般にはプラナカンだと思ってないし思われてもないんですが、あなたたちプラナカンだとすればどんなプラナカンですかっていうその質問が多分あって、それに対する答えが書かれてる。でそうすると、私は中国系、両親とも中国系だけども、父が福建人で母が広東人だから、そういう意味ではその根血性があるのでプラナカンかなとか、私はそのマレー人、父も母もマレー人だけど、一方はシンガポールで、父はシンガポールで母はマレーシアから来たんで、国境を越えてるからプラナカンかなみたいな、そういうその元々のプラナカンの定義からすると、それはプラナカンってあんまり言わないんじゃないかなというような思うような人たちも、全部その自分が何らかのプラナカンであるということを書いてるんですね。でそれをずっと端から一つ一つ見てると、なんでしょう、そのシンガポールの人って結局何でも全員プラナカンじゃないかというふうに思えるようになってくる。でそうすると、そのプラナカンたちが私の方をその顔を見せてる、それを見てると、私たちはみんなプラナカンで、あなたもプラナカンじゃないのみたいな、あなたは何のプラナカンなのっていうふうに問いかけられているような気がしました。なので今日は一番最後にですね、皆さんにあなたは何のプラナカンですかと問いかけたいと思いますので、その時にぜひ考えていただければと思います。プラナカンの話はそうですね、しました。で、これなんか話がちょっと、そうです、プラナカンですね。プラナカンです。はい。で、今した話をもうちょっと理屈めいたような話をちょっとしますと、プラナカンというのは、改めて整理すると、先住の多数派がいる社会で、そこにその外部から来た移住者、越境者であり、根血者です。で、その人たちは少数派であるということですので、それをその図の1のところでは、多数派を A、で、越境と根血の少数派を B で示しました。B がプラナカンに当たるわけですね。で、外との関わりもあるとね、点線ちょっとはみ出した感じで書いてると。です。で、一般的に、その社会の中に多数派がいて、それと文化的に異なる少数派がいたときに、その少数派が多数派とどういう関係を結ぶかというのを考えると、まず一つは、その文化的に同化していく、溶け込んでしまって、多数派の一部に完全になってしまうっていうことが考えられると思うんです。これがその丸2のところで同化するというふうに書いたやつです。で、それに対して、その少数派が多数派とのその違いを強調して、交わることなくですね、孤立する、切り離して別々だというふうに意識する。主張するということもあると思うんです。それが丸3で書いたその孤立というところですね。で、これに対してプラナカンはそのどちらでもなくて、その多数派と自分たちを合わせて全体を包摂するような生活様式を提案する、あるいはアイデンティティを提案する、提唱する。丸4のところで A と B を合わせて C という新しいアイデンティティを出すというふうに書いておきます。そういうことなんです。
でこの丸4の全体を包摂する生活様式アイデンティティを提唱するというのをもうちょっと別の形で説明します。はい。全体を包摂する生活様式とアイデンティティということなんですが、もう一回繰り返しになりますけれども、プラナカンというのは一方の主に父方でもその世代が経つと母も含めてですが、一方の系列で、外の世界の人たちとのそのつながりがある。で外の世界とのつながりがあるということは、現地社会にないようなものがあるとか、技術を持っているとか、考え方に触れているとかということがあります。それと同時に現地社会の一員として生活しているので、現地社会でどんな暮らしをしているかというのも分かる。で外の世界の考え方とかものとか技術とかに触れているので、現地社会の多数派の人々が気がつかないような、当たり前だと思ってて、こんなものかなと思っているようなちょっとした問題、あるいはその問題があると思ってるんだけど解決しようがないかなと思われているようなことに気づいて、そこはこういう技術を使えばもうちょっとうまくいくのに、あるいはこういう考え方を入れればもう少し良くなるのにということにいち早く気づく人たちなんです。でなおかつそういうことに気づいたときに、完全に外の世界の人たちとしてこういったものを使ったらどうですか、こういった技術、こういった考え方を使ったらどうですかという他人みたいにしてその社会に提案するのではなくて、自分自身もその社会の一員ですから、自分も含めたその多数派も含めた社会全体のためになるようにどうすればいいかというのを考えて提案するというような人たちがプラナカンです。なのでプラナカンというのは現地社会の多数派が抱える課題を発見というか見つけてですね、でそこにそれまでに現地社会の多数派が持っていなかったような、あるいは気づいていなかったような新しい方法や考え方、あるいはもの、技術などによって問題に手当てして改善するような試みをすることができる人々ということです。でそういうプラナカンと呼ばれる人々、あるいはプラナカンと呼ばれないものも含めて実際にどういう人がいたのかという例を2つ紹介します。はい、2つ紹介するのは、1つがジャウィ・プラナカン。これはプラナカンと呼ばれた人々ですね。もう1つはマラヤン人。こっちはプラナカンとは呼ばれてないんですけども、同じような人です。いきましょうか。まず、ジャウィ・プラナカンです。もうすでにそのプラナカンって何かっていうの2つの意味があるっていうんで、なかなか混乱難しいということかもしれませんが、またもうちょっと難しさが増えるかもしれません。ジャウィ・プラナカンと呼ばれる人々がいました。マレー語の文法では後ろから前に単語がかかるので、ジャウィ・プラナカンというのはプラナカンのジャウィ、プラナカンであるところのジャウィという意味です。でプラナカンというのは現地生まれと根血が混ざったような概念だというのは言いました。でジャウィと何か。でこの話はまだもう少しまた時代が遡るんですけども、イスラム教徒は、世界のイスラム教徒は巡礼のためにメッカに行きます。あるいは勉強のためメッカに行く人たちもいます。で東南アジアのイスラム教徒も当然そのメッカに行きます。ただメッカに行くといるのはその東南アジアから来た人だけではなくて、世界中のイスラム教徒が来るので、それをいちいちその国別にどこから来たかっていうのを見分けるのも大変ですから、その大雑把にですね、東南アジアから来た人々みたいな風にくくるわけですね。で東南アジアという言い方は当時のそのメッカではジャワというふうに呼んでいました。東南アジアという名前も随分後にできていて、東南アジアのことをジャワと呼んでいます。ジャワというと現在ではインドネシアの島の一つ、ジャワ島というのがありますけども、そのジャワ島だけではなくて、その近くにあるスマトラ島とかスラウェシ島とかマラヤ半島とか、そういったところ、辺り全体をひっくるめて、ジャワと呼んでいたわけで、そのジャワから来た人々をジャウィと呼んでいました。なのでジャウィというのはそのメッカでのその東南アジアの人々という意味です。人々といってもそのイスラム世界での話なので、必然的にこれムスリムの話、イスラム教徒の話ですから、東南アジアのムスリムという意味になります。でこのジャウィという呼び方が東南アジアにももたらされるんですね、持ち込まれる。東南アジアの人々もジャウィという呼び方を知るんですが、そうした時にジャウィというのは東南アジアのムスリムという意味ですけども、でも東南アジアのムスリムからすれば自分たちはもうすでにマレー人とかそれ呼び名があるわけですから、
ある時から急にあなたたちジャウイですよって言われても、それは知らない話ですね。受け入れられない話です。なので、東南アジアにこのジャウイという呼び方が来た時に、マレー人などの現地にいる人たち、いるムスリムはマレーなので、そうでない、現地にいるのでない、現地でないところから来た人々のことをジャウイと呼ぶというふうに意味が変わってきます。つまり、ジャウイとは東南アジアでは外来ムスリムという意味になっていくわけです。さて、19世紀のペナン、シンガポールのインド系ムスリムのプラナカン、インド系のプラナカンたちの話です。ペナン、シンガポールにはインド系のプラナカンたちがいました。母親の系列を通じてマレー語が話せるし、現地社会に溶け込んでいるんですけども、一方でその父親の系列で南インドと関係がある。英語も話せるし、商売の相手もいるし、ということで、商業に従事している人もいれば、通訳をするとか、学校の先生になるとかという人たちもいて、そのコミュニティ少数ですけども、全体で比較的裕福で、社会的地位もマレー人たちに比べて高い。でそれに対してマレー人たちの多くは農村や漁村の農民や漁民だったりする。ということで、そのマレー人たちはプラナカンたち、つまりインド系ムスリムたちのことをジャウイ、外来のムスリムといって、自分たちマレー人、地元のムスリムと区別するというようなことをしていました。で、そのジャウイと呼ばれた人たちの中で、何世代か経って、しばらくして何年か経ってなんですが、自分たちのことをジャウイプラナカンというふうに呼ぶ人たちが現れました。自分たちのことというか、そのジャウイプラナカン、私たちはジャウイプラナカンだと呼ぶ人たちが現れました。で、この意味なんですが、ジャウイプラナカンってプラナカンのジャウイという意味ですよね。で、プラナカンには現地生まれ根血両方ありますけども、現地生まれの方を取る。で、ジャウイはもともと東南アジアのムスリムという意味ですから、つまりジャウイプラナカンというのは、東南アジアにいる現地生まれのムスリムである。そう考えれば、インド系ムスリムもジャウイプラナカンだし、多数派のマレー人もジャウイプラナカンだと。私たち、つまりインド系ムスリムだけじゃなくて、マレー人多数派も含めて、私たちはみんなジャウイプラナカンだというふうに言うわけです。そうして新聞ジャウイプラナカンというのを創刊しました。この新聞についてちょっと見てみたいと思います。当時マラヤ、シンガポール、この地域に新聞自体はあったんですが、マレー語の新聞はありませんでした。なので、マレー語を読み書きするマレー人にとっては新聞というのは初めてもたらされたものでした。イギリス領じゃなくてオランダ領側にはもう少し前から新聞があるので、マレー語の新聞、オランダ領側にはあるんですけども、イギリス領側ではマレー語の新聞、初めての新聞だったわけです。で、その主な記事は、商業する人たちが多かったこともあって、商品の価格ですね、それとか為替レート、それと天気が良かった、雨が多いとかどうかと。さらに、広告ですね。外国からどんなものが来るかというのは広告。そして人気が高かったのが投書欄でした。で、投書欄ってもうすぐ爆発的に広がっていって、何度かあんまり投書を書きすぎないでください。あるいは投書を書いても一人一件だけにしてくださいっていうのは、それでもたくさん投書が来るような状況だったんですが、例えば夜間学校、マレー語の教室があって、それが閉鎖されてしまったんで勉強できなくなって困ったなという投書があると。その人は自分のいるところの学校が閉まっちゃって困ったなというだけのことだったんですが、それを読んだ人が、いや実は自分のところの学校も閉まって困ってる。で、他のところもそうだ。それは経済的に当時うまく立ち行かなくなっていくつかの学校が閉まったということだったんですけども、そうすると自分が一人で抱えている問題だと思ったのが、別の地域の別の人たちも同じ問題を抱えているということが分かって、それを例えば政府に対策を求めるとかっていうようなことになっていくわけです。で、ここでこのインド系ムスリムのプラナカンたちが行ったのは、新聞を紹介する。それは新聞自体は外の世界にあったけれども、そのマレー語の世界には当時なかったものですね。その新しいものを持ち込むことで、
で現地社会の問題を共有して、そうすることで現地社会の問題を解決するというのを図ることでした。でしかもそのインド系ムスリムたちは自分たちインド系ムスリムの問題解決というか自分たちの地位向上のためだけを目指したのではなくて、多数派のマレー人も含めたジャウィ・プラナカン、つまりその、現地生まれムスリム全体の生活向上のために働きかけたということです。ただまあこれジャウィ・プラナカンいい話ですが、必ずしもハッピーエンドでないのがちょっと残念なところなんですけども、その後マレー語新聞がたくさん刊行されるようになって、新聞を通じて社会の問題を解決するという方法が広く受け入れられるようになりました。例えばそのジャウィ・プラナカンじゃない別の新聞ですけども、うちの村のイスラム教の有力者が結婚とか離婚するときちょっと手数料とかたくさん取りすぎて嫌だなと思うんだけども、でもそれは有力者のやってることだし、私はそれ文句言うわけにもいかないので、それは仕方ないけど我慢しますみたいなのがあると、その記事他の人たちも他の村でも同じようなことがあるって言って、じゃあそれは問題なんじゃないかっていうふうにすることで、社会の問題が明らかになってくる。何か問題があって、それを自分だけの問題かなと思って我慢して抱え込んでいったんだけど、他の人たちも私もっていうふうにすることで、これはその全体の社会問題として共有されるんだっていうのになっていく。で、解決の道が開かれるっていうね、そういうようなことなんです。で、このような新聞の役割っていうのは基本的に現在にも至って、そのように使われていて、今に至るまでそのマレーシア地域でのその新聞を通じた問題の解決っていう方法があるんです。で、その先駆者であるところのジャウィ・プラナカンは、先駆者であるにもかかわらず、その功績が十分に称えられていないところがあるかなと思います。というのは、後にマレー人による新聞が刊行されるようになると、ジャウィ・プラナカンに書かれている記事のマレー語はインド系の表現が多くて、マレー語としてはそのレベルが低いというふうに批判されたりする。で、創刊者が亡くなったこともあって、しばらくすると、ジャウィ・プラナカン自身は発行されなくなってしまうと。それからインド系ムスリムたちが自分たちはジャウィ・プラナカンだと、多数派のマレー人も含めてジャウィ・プラナカンだと言ったことについては、それの意味をですね、ジャウィ・プラナカンというのは別の意味で、プラナカンを根血、ジャウィを外来ムスリムと取れば根血の外来ムスリムという意味にもなりますから、マレー人たちはインド系ムスリムが私たちジャウィ・プラナカンだって言った時、そうそう、あなたたちはジャウィ・プラナカン、つまりその外来の根血ムスリムで、私たちはマレー人、純粋なこの地元のマレー人であるというような言い方をしていて、というなんか残念なところになってしまったというのがあります。このようにプラナカンというのは、外部世界とのつながりを利用して現地社会の問題解決を図ろうとして働きかける。で、その提案は結果として受け入れられてですね、社会全体の地位向上、生活改善に役立つ。だけれども、提案したプラナカンは往々にして多数派の有力者たちから疎ましがられる。そんなこと言われなくても私たちもともと分かってたんだとかね。あるいはお前たちはそんなこと言う立場はないだろうということで、冷や飯を食わされるというような扱いを残念ながら受けてきました、歴史的に。称えられない存在です。で、称えられないというのを英語でアンサングというわけですが、そういうふうに考えるとプラナカンはアンサングのヒロイン、アンサングのヒーローたちと言えるのかもしれません。さて、これはプラナカンの話でしたが、ジャウィ・プラナカンの話でしたが、もう一つマラヤン人についても紹介したいと思います。このマラヤン人はプラナカンという呼び方はされないんだけども、仕組みとしては今のプラナカンと同じ構造、ジャウィ・プラナカンと同じというほどですね。1930年代になります。このマラヤでは、マレー人、カ人、インド人という3つの民族が住んでおりました。マレー人というのは先住の民族で、カ人とインド人というのはそれぞれ中国からの移民の子孫、インドからの移民の子孫、プラナカンたち、子孫たちですね。で、マラヤとマレーってよく混同されることがあるんですが、マラヤというのは地名あるいは国名、この場合植民地の名前
であるのに対して、マレーというのは民族名ですので、マラヤとマレーというのはその間違えないようにしていただきたいんですが、さてこの1930年代頃ですね、議論がありました。どういうのかというと、華人やインド人はもともと移民であって、その移民の子孫であると。でそれに対してマレー人はこの地域の先住者である。だからマレー人は先住者としてこの地域でその特別な権利が保護されるべきだという考え方です。移民の子はもともと移民でよそから来たし、いずれ帰るかもしれないのだから、それに対して自分たち先住の人たちが権利を保護されるべきだという考えです。でそれに対してもう一方で、華人やインド人はもともとをたどれば移民としてやってきたかもしれませんが、それは確かですが、すでに何世代も経っているし、しかも今生きている華人やインド人はもうすでにこの国で生まれて何世代か経っている。で何世代も経っているうちにマレー人、華人、インド人に等しくこの国を発展させるために尽力してきた、犠牲を払ってきた、努力してきた。なのでもう民族の違い言ってないで等しく国民として、つまり市民として扱うべきではないかという声もありました。でこの後者の考え方に関連して、マラヤの住民は民族別に分けるのではなくて、みんなマラヤン人と呼んではどうかというその意見が出てきます。でこのマラヤン人というのは国名のマラヤから取った言葉で、カタカナで書くとマラヤン人ってなるかなと思いますが、国名のマラヤから取ったということの意味を汲み取るのであれば、あえて訳すとすれば在マラヤ人、マラヤに住んでいるので在マラヤというふうに訳せるかもしれません。ただこの考え方はマラヤ人たちの反対を受けました。マラヤの、華人、チャイニーズですね、この人たちが、マラヤン人であると。でただしチャイニーズもあるんですけど、チャイニーズっていうと中国の中国人とその区別がつかないから、自分たちは中国の中国人じゃなくてマラヤのチャイニーズであるということを言いたくて、マラヤンチャイニーズ、つまり在マラヤ華人であるというふうに言うと。それからインド人、マラヤのインド人、インディアンも、インディアンというとインドに住んでいるインド人と間違えられるといけないので、混同されるといけないので、マラヤに住んでいるインド人だからということで、マラヤンインディアン、在マラヤインド人だというふうに言うと。でもそれに対してそのマレー人はどうかと。同じようにそのマラヤに住んでいるマレー人だからマラヤンマレー、在マラヤマレー人というふうに言いたいところですが、言ったらどうかっていうのもあるんですが、マレー人からすればマレー人はもともとマラヤに住んでいるわけですから、わざわざマラヤンマレーというのはおかしい。在マラヤマレー人なんていうのはおかしいと。マレー人はマレー人だけでいいというふうな反応になるわけです。でそうするとマラヤンチャイニーズとマラヤンインディアンとマレーがいるとなると、マラヤン人というのはあたかもマレー人でない人たち、具体的にはチャイニーズとインディアンをマラヤンと呼んで、それはマレーじゃないというふうな意味になってきます。そういうふうなこととして受け止められます。第二次世界大戦、日本によって占領されたんですが、その日本軍政が終わると、このマラヤの国をどうやって新しく統治していくか、どうやって新しい国を作っていくかという議論が出たときに、一つの案はマラヤン連合というものでした。これはマレー人、華人、インド人に等しい市民権を与えて、マラヤン連合という国を作る。でもこの計画が出てきたときに、マレー人民衆から猛烈な反対運動が起こってですね、マレー人はもともとこの国の住民なので特権を認めるべきだということで、マラヤン連合というのは、この計画が頓挫してですね、マラヤ連邦というのが作られます。これはフェデレーション・オブ・マラヤという国ですね。で、その考え方はその後、現在のマレーシアにも受け継がれているということです。これもプラナカンという呼び方はされていませんが、多数派との関わり方はプラナカンと共通しているところがあるかと思います。さて、今日まとめのところに入ります。プラナカンが活躍する社会ということですね。プラナカンについて今日お話ししてきました。でプラナカンもう一回まとめると、外来者の子孫であるんですが、移住先の社会に根付いた根血者、越境者である。
根血者越境者ですけど、移住した先の社会の一員としてその社会に根付いている根血者越境者であるというふうに言えます。で、その社会では少数派で多数派の人々といろいろな意味で違っているので、それを見たときに、その立場が弱いから助けの手を差し伸べてあげるべきかわいそうな人々と見えるかもしれませんが、全くそんなことはない。助けてあげるべきかわいそうな少数派ではないんですね。そうではなくて、プラナカンは社会の多数派が持っていないこと、あるいは気がつかないことであるところのものとか技術や考え方を持っていて、そのため現地社会が抱えている課題にいち早く気づいて、しかもそれを自分たちも現地社会の一員として解決しようと働きかける、そういう存在です。ちょっと話はそれますが、この講座の第1回の講義の時に災害の話をして、災害時には社会の課題が明らかになるとお話しました。それの例でいくと、プラナカンは災害時だけでなく、プラナカンの目には普段から社会の課題とそれへの対応策が見えているということができるかもしれません。で、このプラナカンが多数派と違うことを主張したり提案したりすることがあるのは、それはプラナカンが自分たちの立場を良くしたいため、自分たちのことを主張したいためではなくて、多数派を含む社会全体の問題を解決しようとするためです。プラナカンには多数派が見えていない事柄を積極的に指摘してもらう。その方が多数派にとっては利益があります。役に立つ人たちです。プラナカンはその多数派と違うから、多数派と同じようにするように、だから違うことを言わないように、あるいは外の世界とのつながりがあるけれども、これは自分たちの社会がこの社会だから、外の世界のことを持ち込まないようにというふうにすると、プラナカンが本来持っている良さというのが発揮されなくなっちゃうんですね。そうではなくて、プラナカンがプラナカンとして活躍できると、プラナカンだけでなくて多数派を含めた社会全体が活性化する。これがこのプラナカンの仕組みで、それをうまく活用してきたのが、東南アジアの知恵です。なんだけども、残念ながらというか、その歴史的に見ると、それを提案したプラナカンたちはですね、本人たちは必ずしもその社会の中で優遇されなくて、冷や飯を食わされると言いましょうか、阻害されることもあって、でもそういった人たちがいるからこそ、その社会全体が改善されてより良くなっていくっていうところがあって、そこはちょっと難しい悩ましいところではあるんですが、それはまた別に考えるとして、でもそういったプラナカンが活躍支えてくれているからこそ社会が進んで良くなっていくということは確かです。で、ここまで私あたかも自分が多数派の側に立ってですね、そのプラナカンたちをどううまく使うかというような話をしてきましたが、で実際私たちの多くは、社会の多数派であることが多いと思うんですけれども、でも考えてみると多数派もですね、一人一人を見てみるとそれぞれ越境者や根血者というその要素を持っていると思うんです。でこの場合、越境といってもその国境を越えるということに限らなくて、ある組織から別の組織に変わるとかっていうことも越境、広い意味でも越境ですし、根血といっても民族間の根血に限らなくて、あるそのやり方考え方を知ってるんだけど、その別のところの考え方も知ってるみたいなこともあります。だからそのプラナカンの話とはかなりそれてしまいますが、例えば学校でも会社でもですね、新しい組織に新しく参加した人たちというのは必ずその組織の中で越境者であり根血者であるという要素を持っているわけです。なのでその人たちがその社会の中で越境者根血者としてプラナカンらしく活躍できれば、その組織もきっと活性化するだろうなと思うんです。私のお話はここまでなんですが、そう思ったところで最後聞き忘れないうちに伺いたいのは、皆さんそれぞれですね、あなたは何のプラナカンですか？どのようなプラナカンですか？どういう社会の中にいて、そこで自分をどのように続けるプラナカンなんですかねというのをまた考えてみたい、聞いてみたいと思います。さて、今日のお話はここまででして、
参考文献としてはプラナカンの誕生というのと、それから、ジャウィについてはイスラム世界の言葉と文化というのを紹介しておきます。それから、マレー世界のその出版とか出版を通じたその民族意識などについては英語の本を2冊挙げておきました。あとは私の本、毎回その自分の本の紹介を入れてるんですけども、ジャウィというかその雑誌から社会を見るということで、雑誌から見る社会というのを挙げておきましたので、関心があれば見ていただければと思います。ということで、お話はここまでということで、皆さんからの質問を受けてディスカッションしたいと思います。はい。これちょっと差し回しておいてください。これで、このままで。はい。はい。よそ者はいきなり来ましたね。ムーミンのスナフキン。そうきたか。今日はね、なんかこの、直接関係ない話から入ってしまってすみませんが、今日はちょっと、ジャウィ、マレーシアのジャウィ協会のコップで飲んでみたんですが、この部屋にね、ムーミンのコップもあったので、ムーミンにすればよかったですね。スナフキン、良いコメントだと思います。それから、本だけでなく映画もおすすめありますか？ナショナリズムに関して勉強になるものなどありますか？映画は、ありますが、それは来週、ちょっと紹介します。現地生まれの男性が婚姻相手を探すのにあぶれてしまうという問題は生じなかったのでしょうか？いや、それはわかりません。個別には、あったのかもしれません。なかったかもしれません。現地生まれの男性が現地で生まれた男性が現地に来た人じゃなくて、外国から来た人と現地の人の間で結婚して、その子供がいて、その子供が男性の場合、婚姻相手を探すのにあぶれてしまう。個別にはあったかもしれませんが、あったかもしれません。でもそれほど生じなかったのかなと思います。ブラジルへ行った日本人の方たちも同じような認識なのかな。そうですね。こういうのぜひ聞いてみたいですね。これ世界各地の方が見てくださってるっていうんで、それぞれの国でに行った人たちがどういう認識なのかっていう情報があれば、コメント欄を通じて寄せていただいてですね、チャット欄ですか、チャット欄を通じて寄せていただいて、より理解が深まる機会になるといいかなと思います。プラナカン同士、プラナカンとそれ以外で差別はあったのかな。ちょっと大きな質問ですね。差別っていうのはどうですかね。いろんな意味、大きないろんな意味があってありますかね。その個別にはそれは差別がない社会はないかなって思うので、それはあったんだろうと思うんですが、この場合の話はどういうことだろう。マレー人とプラナカンの関係を想定したときに、ではプラナカン同士とかプラナカンとそれ以外で中身入る入らないというのがあったのかなっていう話ですかね。なんだろう。その場合にそれはプラナカンとしてではなくて、そうでない民族集団として差別的な関係を持ってしまっちゃうんですかね。その場合のプラナカンはプラナカンと呼ばれててもプラナカンとしての性格を持たないでっていうことなのかなと思ったりします。はい、自分自身が認識している属性だけじゃなくて周りから勝手に付与される属性もあって、それだけで困惑してしまいそうだ。そうですけど、そんなもんじゃないですかね、世の中は。というか、私たちも自分のことはどうだと思ってるし、人のこともまたいろんな属性で認識していますから、そのこと自体が問題ではなくて、それをどう付き合っていくかなということですかね。
はい、それぞれの属性間でのマウントの取り合い、貧富の差、宗教の違い、歴史のたどってきた道などなど、協力して改善できればいいけど、思わぬところから役割が入って進歩はなかなか難しそうに想像してしまいます。そうですよね。それをどうすればそういうふうにならずに、みんながそれぞれがそれぞれの持ち場でそれぞれのやり方で活動して納得のいくような社会になるかなっていうのは、考えていかなきゃいけないところですよね。アンダーソンのナショナリズム論を参考にしつつ、ナショナリズムからその民族を引き剥がすということがもしかしたらヒントになるのかもと思ったりします。自分はおじさん社会で働くうちにかなりおじさん化してしまった女性プラナカンでしょうか。もっとプラナカンの自覚を持って働けたらよかったのにと思います。っていう自覚を持っているということはもはやプラナカンではないですか、それは。おじさん化してしまったっていうのはそのおじさんの理屈も分かるっていうことですよね。でもそうでもないっていうのを持っている両方のやつがあるわけですから、まだまだこれからプラナカンいきます。女性は男性社会では何をするにも越境者として扱われる側面があるように思います。なるほど。女性はじゃあそのプラナカンとしての関わり方ができる素地があるであれば、それをプラナカンとして活躍してもらえるようにするにはどうすればいいかということを考えるといいですよね。鎖国隔離じゃないけれども、日本に住んでいると自分自身が部外者でよそ者で越境者かもしれないと感じる機会が他の国に比べるとすごく少ない気がします。日本に住んでいると自分自身が部外者でよそ者で越境者かもしれないと感じる機会が他の国に比べるとすごく少ない気がします。つまり日本にいる自分が、よそ者だと感じないということですね。ということはこの人は、そのいわゆるその日本にもともと日本に住んでいる人としてそう感じるんでしょうか。それとも、日本でないところに出自を持つ人としてそう感じるんでしょうかね。部外者でよそ者で越境者っていうのは抑圧されてる、差別されてるとかっていう側面じゃなくて、単純にその違うところから今いるところと違うところでのその経験活躍してるのを持ってるということでもある意味越境者であるから、そうです。例えば全然違う話かもしれませんけど、スーパー派遣がいろんな資格を持ってるとかね、ああいうのもそうすることによって越境者根拠者になれるみたいな。だからその越境者根拠者は、なれるじゃなくてもいいんだけど、なろうと思えばなれる。ならなくてもすでにそう思えば実際のところはそうだと思うんですけど、ということがあったりします。世界中の歌人がいる中で、少なくとも高齢世代は中国語しか話さず、チャイナタウン内を生活圏として生きている印象を個人的経験からも持っています。マレーシアにおける歌人プラナカンは積極的に現地に溶け込もうとする傾向が強かったのでしょうか。マレーシアは世界の中でもその中国系の数が多かったんで、その全体とした時に数がどちらが多いかっていうことを考えなきゃいけないし、それからその中国からマレーシアなどに渡ってきた時期の問題があって、その時にその中国ではどういう国籍とかその民族的についてどういう態度をとってたか、あるいはその現地、この場合マレーシアですかね、あるいはマラヤとかではその民族と国籍についてどう考えてたかっていうようなこともあったりするので、一概にそのマレーシアにおいてどうか、他の国ではどうかっていうふうな見方はしにくいかなと思います。で、マレーシアにおけるその中国系の移民の人たちもその現地に積極的に溶け込もうとするような人々もいましたし、そうでなくてその自分たちの中でそのコミュニティを作って自給自足ではないですが、その自分たちの中で、その
コミュニティらしさみたいなものを維持していこうとするような考え方もあったです。はい。米国を中心に先鋭化している黒人差別問題は社会的な知恵としてのプラナ間の欠如と言えますか。こういうなんか地球規模の大きな問題がもらえるのがこのだいぶ公開講座の面白いところというか興味深いところですよね。社会的な知恵としてのプラナ間、つまりもしアメリカに限らないですけども、そういった社会がプラナ間という考え方があったらこういった問題が起こらないでしょうかっていうことで、そうかもしれません。ただそのプラナ間、こんなこと言うのもめっちゃまずいですかね。プラナ間の考え方って結構汎用性高くていいと思うんです。でもこれがどこまで通用するか、どれだけ通用できるかっていうところもちょっと考えなきゃいけないと思ってて、というのはプラナ間の発想っていうのはもともと社会に多数派がいるっていうのを前提にしてるわけですね。多数派住民がそこにいることはもうすでに受け入れた上で、そこに外から来る人たちがどうやってその中の社会でうまく地位をうまく活躍していくかっていうことですから、その多数派は多数派、それがいる。プラナ間が来ることで全体が少しずつ変わっていくにしたところでね。でもそれに対して歴史的にそうではなくて、多数派がいるんじゃなくて、たくさんの人たちがいるけども、どれか特定のグループが多数派なんじゃなくて、全部同じようなそれぞれ個人の立場でいるんだっていうような社会がもしかしてあるとしたら、そこではプラナ間というのは、外の社会から来た人をいつまでたってもよそ者みたいな扱いにする考え方だという批判があるかもしれません。それは歴史的にどう社会が発展してきたかというのを世界の地域ごとの違いにもよるのかと思います。私自身はプラナ間というのは意味がある、価値があると思いますが、いつでも世界のどこでも通用するかどうかっていうのはちょっとまだ考えた方がいいかなと思います。東京という街はよそ者の集まりなので、つまりプラナ間の集まりと言えるのかも。そうですね。そう思います。そうするとそのプラナ間というのはそれぞれどんなプラナ間たちかっていうんで、それがどういうふうに東京という街、あるいは東京から日本を支えていくのかっていうことを考えてみると興味深いと思います。プラナ間が支えているからこそ社会がうまく回っていくっていうね。私は〇〇においては多数派ですが、〇〇においてはプラナ間ですみたいな捉え方で良いのかしら。この〇〇と1つ目の〇〇と2つ目の〇〇は同じですか？それとも違いますか？ちょっとそれが違うことなのかな。で私は〇〇においては違うものだとして、ある場においては多数派ですが、別の場ではプラナ間ですという捉え方もそれはありだと思います。でも最後に私が言ったのは、私はある場において多数派です。でもその多数派って思ったところでよく自分のことを見てみたら、その場の中でも越境性とか根血性っていうのも実は持ってるかもしれないじゃないですか。多数派も一人一人が実はその場でプラナ間かもしれないですよっていうのを考えたらどうかなと思います。1ヶ月だけですが、マレーシアに仕事で滞在していたとき、華人系、インド系、マレー系の同僚がそれぞれのグループに分かれて行動していることに衝撃を受けたのですが、日本で育った身からして様々なプラナ間が共生するためには、ちょうど良い距離を取ることが重要とも感じましたが、共生と民族的距離感に関するお考えを伺いたいです。それはマレーシアの人間関係のお話で、第1回にちょっとお話ししたことも重なると思うんですが、ちょっとやや大きなお話なんで、ここでパッとお答えするのは難しいんですけども、私がマレーシアで、人間関係で良いなと思ってるのは、スローガン的に言うと、区切ってつながる。みんな同じだから、同じものとしてつながるんじゃなくて、区切りを持って、私たちは私たち、あなた方はあなた方、彼らは彼らっていうふうに区切りは意識した上で、でもみんな一緒のことができるっていうね。
区切ってつながるというのが現在のマレーシア的な共生のあり方だと思います。それはそうです。でもその現在のマレーシア的なそのあり方とプラナカン的なものと必ずしも直接つながるかどうかっていうのはまたちょっと別にお話しした方がいいかなと思いました。質問です。少数派を受け入れて多数派と少数派を含めたさらに上位の集団意識を見出すことの重要性を感じました。ただ少数派の台頭に少なからず多数派は脅威を感じるかと思います。多数派としての心構えはどうあるべきでしょうか。そうですよね。プラナカンの悲哀、悲しさのみたいなところですが、プラナカンたちがいろんなことを提案する、こういうふうにしたら、こういう道具を使ったらもっと良くなるとか、便利になるとか、こういう考え方を受けると良くなるって言ったときに、それは本来だったらその多数派を脅かすものではないはずなんですね。なので実際にそれが受け入れられることが多くて、受け入れられると多数派の人たちはそれをもう初めから自分たちが守ってたかのようにして便利だなと思って受け入れたりするんですが、ただ多数派との関係というよりは多数派の中の社会の中心になっている人たちからすると、プラナカンたちが提案する、プラナカンたちに提案されるとなんだろう、俗な言い方するとメンツを潰されたみたいな風になってしまって受け入れがたいと思うこともあるのかなと。そういう意味では少数派の台頭に少なからず多数派は脅威を感じるかもしれないというのはその通りだと思います。だからそれをどういうふうに心構えをすべきかというのはちょっとパッと答えられませんが、プラナカンというのは少数派であるからこそ多数派が気がつかないようなことを言ってくる。多数派が思いもよらないようなことを言ったりする。それを受け入れる。それからプラナカンというのは外の世界とのつながりがあるので、外の世界とのことを参考にしながら、外ではこんなことをしてますよっていうのを言ってくる。でそれを意図が良ければちゃんと受け入れるということで、多数の自分たちがやってきたことと違うことを言ってるからおかしいとかダメだとか、あるいは外の世界とのつながりがあるからダメだとかっていうふうに考えないで、それを提案している内容が社会全体にとって良いかどうかっていうのを考える。これは前回のシンガポールのコロナ対策の時にお話ししましたかね。それぞれの意図がどうかっていうことではなくて、提案している内容が良いかどうかということで判断して受け入れるというのが良いのではないかと思います。はい。それからもうあんまり時間なくなってきましたでしょうか。自分は東京から地方に移住したプラナカンです。地方によってそのようなプラナカンを受け入れる土壌がある地域と逆に排除するような土壌があると思います。東南アジアでもそのような地域による受け入れの違いはあるのでしょうか。またそのような違いはどこから生まれるでしょうか。もうこれも大きな良い質問ですのでちょっとパッと答えられません。地域によって外から来た人を受け入れやすい、受け入れにくいっていうのがある。歴史的な経緯とか地域ごとの関係とかいろいろそれぞれあると思うんです。でそれをこういう問題って全体的に理論的にこういうものだ、こうあるべきだっていうのを答えてもあんまり意味がないんで、それぞれの地域で私の地域ではこういう経験がありましたとかっていうのを皆さんが持ち寄って共有するっていうね、そういうことに価値があるかなと思って。で今日の話でちょっとしたのはジャウイ・プラナカンが新聞を新しいツールとして新聞を持ち込んで、それを新聞の投書欄を通じて世の中の人々が自分だけじゃなくて他の人も同じようなことを経験して思っているということを知ったっていうのがありました。で当時はその新聞が重要なツールで、今でもそういう役割があると思うんですが、今回やってるこのオンライン講座とそれのチャットで皆さんがいろいろコメントしてくださることなんかも、それの形を変えてツールはちょっと違うけども同じような仕組みでそれぞれの人が考えていることを持ち寄る場になっているということですから、そういうことを通じてこういった問題を考えていくような機会になれば良いのではないかなというふうに思います。あとはもう時間がほとんど前でしょうかね。いくつかちょっと
お答えできなかったところがありますが、場合によってはまた来週積み残しとしてお答えさせてもらうということで、そろそろお時間ということでここまでとさせていただきましょうか。後ろにあるサバティー美味しいですか？サバティー美味しいです。ありがとうございます。なんかいろいろ映り込んでるのも1週間あるといろいろ変わりますから、たまたま景色が変わってるものもあるかと思うんです。そういうのをそれぞれ読み込んでいただく人がいると鋭いなというか、さすがで面白いなと思って見ています。ではこの質疑はこれまでとさせていただいて、来週他の方は5回お話しするんですが、私は4回ですので、来週が最終となります。映像メディアを通じて考えるということで、前回の話との絡みでいうと、アンダーソンのナショナリズムどうしてもそのナショナリズムと民族がくっついてしまう。でその大きな理由の一つは人間の言語的多様性で、言葉の違いにどうしても縛られてしまうというところがあるんですが、言葉に縛られる面はあるにしても、その映像メディアというものを見ると、もしかして違う可能性もこれから考えていけるのかもしれない、いけるかな、いけないかなみたいなことを考えられればというふうに思っています。ということで、また来週も聞いていただければ、参加していただければと思います。今日はどうもありがとうございました。